Hey, ba bam ba bam bam ba abi ba bi ba bi ba ba bam ba bam bam ba abi ba bam ba bam ba bam bam ba abi ba bi ba bi ba ba bam ba bam bam。はい、ばもも。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。はいはい。なんだっけ、この番組。お休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに、鰹節とチュールを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に映っておりますのが、白茶のゆりさん、グレーのぐーちゃん、チャトラのまさるくん、三毛猫のたまちゃん、白黒のくーたくんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。突然だけど、今コーヒー飲みたくなっちゃったな。今なんか突然だけどコーヒー飲みたくなっちゃったな。今日はコーヒーじゃないんだよな。はい。で、1日1個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。では、いきますよ。せーの。ジャスティス。はい、にゃんこたち、ジャスティス。今日は塩入りのさゆです。はあ、コーヒー飲みたかったけど、全然味が違うけど、でも喉乾いてたみたいだな。ごくごく飲んでしまったな。ゆかさん、藤子さん、こんばんは、ボンソワ。お久しぶりです。喉の痛みは治りましたか？はい、おかげさまで治りました。藤子さん、今日は猫さんたくさんいますね、いますね。クラマラさん、こんばんは、ボンソワ。さゆりさん、はい、寒い夜も心は温かく、今夜も楽しく、いい夢見られるライブをウキウキウォッチングでございます。ありがとうございます。ティオンさん、こんばんは、ビバノンの。クラマルさん、ゴニャンズ揃ってますね。揃ってるなかなか貴重なショットでございますよ。ピョンさんが読んだ。ゆかさん、さゆりさん、こんばんは。お久しぶりです。ゆかさん、ぴょんさん、こんばんは。お久しぶりです。
ヨッシーさん、ジャスティス、ありがとうございます。ピョンさん、ゆかさん、ご無沙汰でした。さゆりさん、ジャスティス、心も体も温まる。ホットおしるこドリンクでジャスティス、そういいな。ありがとうございます。ピヨンさん、ジャスティス。まどかさん、こんばんは。ボンソワ。さゆりさん、はじけてますね。はい。さゆりさんはいつもはじけておりますよ。若いからね、パッツンパッツンでございますよ。まっちゃんのお尻がかわいい。かわいいな、まっちゃんな。5匹いるな、今日はな。あったかいな。今日は寒いからさ、なんかもうね、寒いから。寒いしか、寒いしか語彙力、出てこないんだけどさ、もう夜のが寒いっていうの天気予報当たったっていうかさ、ね、晴れると思ったから干し野菜やったのにさ、天気予報なんかね、雨になってるしと思ったらな、もうほんと時間通りにさ、雨降ってきてっていうか、でさ、やたら寒い気がすっかおかしいなと思ってさ、チェックしてみたらさ、雪に変わっててさ、お、雪かと思って。気温がすげえ下がってんの、夜のがな。あ、通りで寒いわけだと思って。だからホットカーペットをね、最強にして、で、今ね、ヒーターつけてさ、ね、にゃんこもう動けないな。寒くて。ごめんよ、いつも寒くてな、みたいなね、感じでございます。たまちゃん来るかなね、お皿がさ、ヒーターの前にあるからさ、邪魔だろうなと思って、どけてあげようと思うんだけど、たまちゃんがいるから、どけらんない。よいしょ。ね、これね、動かすとね、舐めようとするんだよね。ここに置いとくから。ね、みーちゃんもね、今日はこたつじゃなくて、ヒーターのがあったかいからいいのかな。こんばんは、お久しぶりです。どこだったっけ違った。さゆりさん、あ、ゆかさん、お久しぶりです。お元気でしたかてんたまさん、今夜もジャスティスありがとうございます、ゆりたん。藤子さん、皆様、こんばんは。ボソワゆかさん、藤子さん、ジャスティス、ありがとうございます。てんたまさん、こんばんは。お久しぶりです。たむこさん、こんばんは。ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。ゆかさん、よしーさん、こんばんは。お久しぶりです。てんたまさん、ゆかさん、大変お久しぶりですね。まどかさん、うちは東京と埼玉の境目くらいですが、雪は見られませんでした。そうだね。なんか予報では雨にはなってた、雨じゃない、雪にはなってたけど、さっき雪かと思ってさ、外をさ、見てみたけど、雪は降ってなかったね。雨は降ったみたいだったけど、もういきなり雷ゴロゴロ鳴り出して、おい、時間通りだな。時間通りにゴロゴロ来たねっていうのでな。できたなと思ってたけど、その後なんか土砂降りで雨降ってたっぽい音はしてたけど、寒いなと思ったら雪になってから、お、もしかして今雪降ってんのかと思って、外見てみたけど、別に積もったりとか降ったりとかはしてる様子はなかったね。まあでも寒いっちゃ寒いよっていう感じだな。どこだっけ。さゆりさん、まどかさん、ぴよんさん、くらまるさん、よしーさん、てんたまさん、皆様、こんばんはでございます。かにたんさん、皆様、こんばんは。ジャスティス、ありがとうございます。ぴょんさん、くまさんたち、冬眠できずに人里に来てるそうです。それはどういうことなの？不眠症っていうことなの？それとも、なんか、あったかくて寝れないとか、そういうことなの？それとも、なんか、体内時計が狂ってて寝れないみたいな、そういうことなのかな？てんたまさん、けもちさん、かにたんさん、たぬこさん、こんばんは。今夜はとても賑やかですね。そうだね。いつもこうだといいね。いつもこうだと話のネタがなくても困らなくてありがたいね。たぬこさん、てんたまさん、こんばんは。さゆりさん、今夜のライブもライブスタジオ G の楽園より絶賛、好評配信中でございます。さすがにね、
さすがにこの寒さだとね、出てこないっぽいけどな。これな、ちょっとでも暖かくなってくるとどうなんだろうってね、今でももしかしていたりとかするとかね、警戒しながら一応暮らしてる感じでございますよ。あまりにもひどかったかな、夏がな。ゆかさん、藤子さん、今、石川県、能登半島地震すごいですね。亡くなった人たくさん増えましたね。そうなんだね。カニタンさん、ほんと、ゆかさん、お久しぶりですね。さゆさん、カニタンさん、たぬこさん、こんばんはでございます。ゆかさん、カニタンさん、こんばんは。お久しぶりです。たぬこさん、けんもちさん、こんばんは、こんばんは、こんばんはでございます。で、話のネタはねえんだよ。話のネタはないんだけど、今日は何だったっけ？今日は土曜日か。今日は土曜日で、まあ一応農協やってるかと思ってさ。で、今日はまあ朝からお客さん来るんだったんで、お客さん来る前にちょっとな、農協偵察に行ったんだよね。そしたらね、昨日の売れ残りの大根が1個ポンって置かれてるだけで、なんだ、なんもねえやと思って。だからまあもしかしたらその後になんか並べたのかもしれないんだけど、あ、なんだ今日はなんもねえじゃねえかと思ってね、今日は帰ってきたよっていう感じでしたね。で、あとは何してたんだっけ？あ、今日はね、まあ、昨日の安江さんの話がね、あんまりにも衝撃的だったんで、いろいろと安江さんの動画が上がってきたわけよね。で、それらのものでまだ見てないのもいっぱいあるからさ、いっぱいとにかく動画あるからさ、で、それをね、いろいろと見て、もうちょっとね、知識深められるかしら、なんて思って、まあ見てたけど、なんか表面上の話しかしないわけよね。いいところはね、なんか続きはウェブでみたいな感じでさ、続きはね、なんか違うところで会員限定みたいになっちゃうんで、なんかね、短い動画をね、ちょっと、いくつか見たよみたいな感じでしたね。で、その後は、動画編集して、さっき終わったよ。さっきようやく終わったよ、みたいなね、一日でございました。こんばんは、こんばんは。さゆさん、G は現在冬眠中ですね。いや、全滅したことを祈っている。全滅したと信じているよ、私はな。ゆかさん、歩く食べるさん、こんばんは、お久しぶりです。歩く食べるカニタンさん、すみません、カニタンです。てったまさん、G の楽園は、シャレにならないくらいやばいな。去年ほんとな、G の楽園だったもんな。シャレになんないぐらい。ほんとやばかったもんね。もうほんと参った。参ったけど、ほんと天玉さんの薬のおかげでよく効いてな。それからだいぶ楽になりましたよ。ほんとありがとうございますって感じな。ゆかさん、藤子さん、コロナとインフルの、なんだって、ハートで見えないな。検査かな。検査をしたんですか？しませんよ。で、今日はね、その雨が降る前さ、野菜が、そう、あのね、イオンの、イオンペイか、イオンペイの、カードのね、引き落としがね、できなかったみたいなんだよね、今月のね。で、残高紹介ができない、わかんないんでさ、イオン銀行に、ログインができないんでさ、わかんないんでさ、まあ適当にな、まあ大体1日100円ぐらいの買い物で、毎日するわけでもないからね、まだ残高あんだろうと思ってさ。でね、買い物してたんだけど、どうやら今月引き落としができなかったらしくて、できなかったらしいんだけどさ、まあそれのお手紙は来てたんだけど、その後もさ、お買い物できたわけよね。だから、買い物は別にできるんだな、なんていうふうに思ってたんだよね。そしたらさ、今日ね、買い物したらね、支払えなかったの。
差し押さえっていうのかな。なんて言うんだろう。止められてたんだよね。使用を止められてて、支払いできなかったんだよね。で、買い物できねえやと思って、もう、スーパーで買い物できなくなっちゃったと思ってさ。でね、夕方に、昨日ね、白菜のスープさ、今日の分も作ったから、まあ、それがあるからと思ったけど、ただ、まあ、昼に食べちゃったんだよね。昼に食べちゃって、まあ、別にお腹が空いてるわけではないんだけど、とにかく寒いんでさ、あったかいものを食したいっていうね、要求があるんで、で、買い物はできねえぞと思って、どうしようかなと思ったんだけど、あ、そうだ。うちに株な、収穫しなきゃいけない黄色く葉っぱがね、なっちゃって、もう枯れそうな、株があったわと思ってね、株をさ、収穫して、で、収穫してし終わって、うちに入って、直後にゴロゴロってさ、雷来てさ、起きたと思ってね、ギリだったな。やばかったな、みたいな感じでね。で、その収穫した、株で味噌汁作って、で、最初はね、株の葉っぱだけで具沢山だったんで、それで飲んだんだけど、その後ね、ちょっと濃いめに作ってしまったんで、餅と卵入れてな。で、さっきそれを食べましたっていう感じ。ピアンさん、ムーンライトマジック。さゆりさん、G 対策グッズはてんたまさんからのプレゼントですね。そうなんだよ。おかげで、おかげでだいぶ楽に過ごせるようになって、助かってって感じ。てんたまさん、今年は暖かくなる前から対策しないとね、ちゃんと1ヶ月経つとまた出てくるところがさ、ほんと許せん。ほんと許せんっていう感じだったよな。てんたまさん、けもちさん、今年は G の楽園は見られませんよ。はい。見られませんよ。ご期待には添えません。ゆかさん、藤子さん、咳はたくさん出ましたか？全然出ませんでした。さゆりさん、すごい。てんたまさん、かっこいい。よしさん、ボロ社宅に住んでいた頃、G がショーパンのビニールの上で静止しているのを発見しました。G は私が近づいても気づきません。よく見ると食パンビニールを食い破り、マジで食パン食べてました。うわ、うちの抹茶かよ。抹茶がさ、パン好きなんだよね。で、今あんまりね、パン食べないからさ、パンの袋ね、袋に入ったパンをさ、部屋に置いとくってことはまあないんだけど、ね、時々忘れちゃってさ、前はね、パンっていうか知らなくて、抹茶がそういうことするって知らなくて、パンね、袋に入ったパンを置いといたわけよね。でね、朝起きると大惨事になってるわけよ、キッチンが。もう袋の上からかじられてね、もうね、パーティーだったんだね、昨日の夜はっていう感じになってるわけよね。それから、ダメか、パンは外に出しといちゃダメなんだなっていうふうに思って、もう袋の上からかじられてるからね。でね、なんで抹茶って分かったかっていうと、その後も何度かね、現場を見かけたので、袋ごと持ってく現場を見かけたんで、ああと思ってね。で、父親がさ、良かれと思ってね、やっぱりさ、なんかパンかな置いといてくれたことがあったんだよね。なんかお土産に買ってきたみたいな感じで、でも私いなかったみたいな時にさ、テーブルの上に置いといてくれたことがあったんだけど、とにかく私が帰ってきたらもうそれは私が食べられるものではなくなってたので、袋の上からね、食いちぎられてて、食べ物は冷蔵庫かレンジの中に入れといてくださいっていうふうにね、オーダーしたなっていうことをね、思い出した感じでございますよ。ねえ、G でもビニール袋の上から行くんだね。いや、もう、最強だな、あいつらな。
ゆかさん、藤子さん、風邪の時は甘酒を飲むといいですよ。断食するのが一番いいんだよ。ヨッシーさん、G はビニールも食い破れることを、知りましたね。本当だね。もう、本当何でもできるな、あいつらの。テータはさ、ヨッシーさん、それはトラウマですね。もうなんか、そのさ、食パンの袋見るたびにさ、その場面、なんか想像しちゃうよね。もう腹立つな。ゆかさん、藤子さん、お餅と卵美味しかったですか？はい、美味しかったです。さゆりさん、G って怖いですね。本当だよな。もう最強すぎるよな。そんなされたらな。てんたばさん、G だけは言ってたもんな。G だけは許せんって言ってたもんな。カニタンさん、私もさっき動画編集終わってアップしたところです。はあ、疲れた。もうね、やりきったって感じだろ。やりきったって感じよな。まだ次の動画の編集も待ってんだけどな。ピヨンさん、ハンドクリームベタベタです。あ、ベタベタだな。てんたまさん、カニタンさん、久留米モーニング動画後で見ますね。カニタンさん、毎度ありがとうございます。ヨッシーさん、カニタン、自分も見てみます。いいな、ラブラブで。私もそんなパートナーが欲しいよ。そうそう、なんかね、今日朝ね、なんか LINE が入ってて、アイコン設定してない人なんでね、父親かと思ったわけよね。そしたら違くて、前の職場のね、上司っていうのかな。もうほんとね、前回のやりとりが2021年だったんで、3年前のね、人がさ、明けましておめでとうとかって、LINE が来てて、そんなんで、なんかね、名字が変わってるけど、結婚でもしたかって。なんかね、何回かいろんな人に言われたんだよね。名字変わったけど結婚したかって。あれ私は独身だと思われてたのか。ずっと独身だと思われてたのかと思ってね、結婚でもしたかってね、なんか何人かに言われたんだよね。で、いや、離婚して旧姓に戻ったんだよ、5年ぐらい前に、つってさ。そうだったのか、みたいなね。そんなやりとりが今日はね、朝あったよっていう感じね。でも一人で、過ごせるなら一人の方がいいなっていうね、メッセージだったな。毎度ありがとうございます。さゆりさん、カニタンさん、お疲れ様です。疲れた、ぜひ、ホットおしるこドリンクをどうぞ。いいね。いいね。さゆりさんがいると漏れなくおしるこ配ってくれるの。いいね。ヨッシーさん、てんたまさん、食パンに穴が開いてないか確認して食べてます。ああ、そうだよね。袋から手出して、出したのにいたら嫌だもんね。いや、もうちょっと、夢に出そう。夢に出そうだよ。カリタンさん、おしるこ良いですね。でも、アップルパイ食べました。じゃあ、アップルパイをおしるこに入れて食べるんだな。てんたまさん、カニタンさんとピョンさんの動画は 4K 再生できるんですよね。私の動画は 4K 再生できないっていうことかな。ゆかさん、カニタンさん、動画編集お疲れ様です。アップルパイを食べられてよかったですね。ね、よかったよね。さゆりさん、私は今日は昼食、夕食とも外食でした。人生初めてで、そうなんだね。今日は外食食いまくったんだね。よかったね。カニタンさん、ありがとうございます。ヨシーさん、藤子さんの職場復帰を期待しておられるのかもしれませんね。どうなんだろうね。みんな、解散したから。みんな解散した職場だからね。
で、まあ、その人はね、一番写真が上手な人だったんだよね。で、上手っていうのでみんなすごい技術的には尊敬してんだけど、人間的にはまあ、ふざけてるわけよ。もうほんとね、どうしてそんなふざけられるのかしらっていうぐらいふざけてるわけよね。で、ほら、私ふざけてる人大好きだからさ、話合っちゃって、みたいな感じね。で、職場が解体する前に一緒に働いてた、仲間なんだよね。だから一緒に解体させたみたいな、そんな同士でございますよ。で、まあね、だから復帰はないかな。誰も仕事してないからっていう感じ。ゆかさん、さゆりさん、外食はどうでしたかね。何の外食をしたのかね。何食べたのかね。さゆりさん、アップルパイもいいな。そうだね。リンゴ、今一応季節だからな。ただまあ高いから、なんか旬っていうのか何なんだかわかんないけど、でも一応今の時期だよな、リンゴってな。ピアンさん、てんたまさん、iPhone の 4K なんで、そんなに変わり映えしないです。4K って何なんだろうな。だって iPhone の 4K だと、4K じゃないのか、K4 なのか。K4 と 4K で違うのかな、そしたらな。さゆりさん、ゆかさん、お昼はミッション系の大学、ミッション系ってなんだ、大学に通う友人に久々会って、ファミレスでまったりでした。へえ、そうなんだね。いいね、そういうのね。まどかさん、さゆりさん、何を食べましたか？みんな興味津々。みんなさゆりさんの食べる外食に興味津々だよ。カニタンさん、藤子さん、波長が合う仕事仲間っていいですね。そう、波長が合うというか、ふざけてる。どこまでもふざけてるのね。だから、ふざけてる人を許せるじゃん。私、自分がふざけてるから。でも、他の人は許せないわけよ。なのでね、みんなキレてたよねって感じかな。まあ、知らんことな。ゆかさん、さゆりさん、久しぶりに大学の友人とお食事ができてよかったですね。ねえ、よかったよね。メンタマさん、ピヨンさん、iPhone の 4K も綺麗ですよ。そうなんだね。なんか、わかんない。4K と 4K じゃないの違いが、なんかあまりわからない。ね、そう、波長が合うな。そうで、写真がさ、一番上手なんでな。で、まあ、歴史のある写真館なのかな。なので、一応な、皇室の写真はよくね、撮ってたわけよ。そんな、そんなふざけた人がな、皇室の写真をよく撮ってて、まあ、お手伝いに私も行きましたよっていうね、感じでして。ふざけてるの二人で大丈夫かしらって、ヒヤヒヤもんでな、ヒヤヒヤもんで行きましたよって感じよ。えーっと、てんたまさん、植木仁みたいな仕事仲間ですか？いや、植木仁はさ、話通じるよな。植木仁あんまり知らないからわかんないけどな。年中酔っ払ってるみたいな感じ。なんだろう、水拳かな。水拳で働いてる感じ。さゆりさん、お好み和膳ですよ。お刺身とネギ、海苔などがある定食ですよ。いいね。お好み和膳ってお好み焼きじゃないのか。私の中でさゆりさんっていうとね、もんじゃっていうさ、イメージがあるから、だからお好み和膳だからお好み焼きかと思ったわけよ。違うのね。和食の定食だね。そりゃいいね。
ゆかさん、藤子さん、好きなお花は何ですか？好きなお花なラフレシア。さゆりさん、ミッション系の大学はキリスト教系ですね。あ、そうなのね。ミッションっていうのはキリスト教ってことか。プラマルさん、皇族の方の写真撮ったんですか？ただ、皇族の写真は私は撮ってないかな。集合写真をよくね、その人が撮ってたよね。で、なんか、ソネルの関係の、パーティーみたいなやつの、写真を撮ってたんだよね。えっと、ゆかさん、藤子さん、ピンクのはテントですか？はい、テントでございます。ピョンさん、てんたまさん、こち交通、やるやつはご苦労さん。植木ひとしですね。よしさん、8K があるのか。8000画素のことか。4K、2K、フルハイビジョン。じゃあ私のは 2K っていうことになるのか？フルハイビジョンの違いは私にはわかりません。十分綺麗な画面です。そうだよね。わかんない。わかんないよ。てんたまさん、ピヨンさん、さすがです。タロットカードタイムいくか？はい、本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。まどかさん、今日は先日、藤子さんが食べたいと言っていたガーリックトーストをたまたま食べました。お、いいじゃないか。忘れた。そうだ、忘れてた。思い出した。なんか、思い出したら食べたくなっちゃうな。明日食べようかなっていう気になってきたな。カニタンさんも多分食べるな。勝手に決めてるけど。ガーリックトースト、そうだ、忘れてて。で、私は買い物できないからさ、残高ないから。差し押さえられてるから、みたいなな。まあ、現金で購入すればいいんだけど、最悪な。まどかさん、YouTube とかで 4K に画質を変更すると、とても細かいところまで見られますね。あ、そうなのね。そこまで、繊細に見れなくても大丈夫ですが、そうだよね。いい具合にボケててくれててありがたいよって感じなのにさ、そんな細かく見れちゃうんだ。そりゃ困るな。てんたまさん、自分は5日前に岡山の、非正、で買ってきた殻付き牡蠣をさっき食べてみたけど、食当たりしないか心配ね。食当たり今さ、すっごい流行ってんじゃん。何なの？何なのって感じ。あ、それで今日ちょっと一悶着あったんだよな。さゆりさん、食事の前に、神様にお祈りして、ゆりさん入んないのか入るな。お祈りして、3分近くブツブツ言ってました。あ、そうなんだ。ちゃんと外食の時でもお祈りするんだね。早速食べ始めていた私は赤っ恥書きました。ああ、そうね。ちょっと気まずいよな。そうだよね。私逆の立場だったんで、キリスト教系だったんでさ、食事の前にね、お祈りすることって、なんかよくあってさ、だから逆の立場、待たせる立場の方だったんだよね。待たされる立場は経験したことないけど、そうだよね。待たされる方のがなんかちょっと逆に気まずいよね。そうだな。なんかわかるな。ゆかさん、てんたまさん、牡蠣を食べて大丈夫でしょうか？食当たりしないように気をつけてくださいね。気をつけようがないよな、牡蠣はな。もうほんとロシアンルーレットだもんな。さゆりさん、ぴょんさんがお好きな、ある
フィーの出身大学ですよ。あ、そうなのね。よかったね。まどかさん、そんなお祈りするなんて珍しいですね。なかなか一人ではね、友達といるときにさ、食事の前にお祈りっていうのは自分ではやんなかったな。家族でね、なんか集会に出てるとかいうときに、まあお祈りするとかっていう機会はあるんで、でね、なんか食事の前にお祈りっていう機会はまあまああったんだけどさ、ね、一人で友達と一緒にいるときに、食べるときにお祈りはしなかったな。ゆかさん、てんたまさん。私は牡蠣と牡蠣フライが嫌いです。ぴょんさん、さゆりさん、明治学院大学。カニタンさん、ストてんたまさん、ゆかさん。牡蠣はいつかがギリみたいだったんで、ロシアンルーレットしてみました。ね、牡蠣はさ、時期でも当たるときは当たるみたいだもんね。私のね、高校の時の先生かなが、同僚の先生たち3人と牡蠣食べてね、当たったっていう話をしてて、なんかなんだっけ、J がつく月だったっけ？ J がつく月が牡蠣食べても大丈夫な月なんだよね。で、その時にお店で食べたにもかかわらず、食当たりで3人とも死んだっていう話だったから、あ、なんだ、ダメなんじゃん。じゃあもう、牡蠣はね、もう一か八かの世界なんだなっていうふうにさ、思ってたんだよね。生牡蠣な。魚介系で当たるの本当地獄だからさ。もう二度とごめんだよっていう感じだからね。もうもし私が牡蠣好きだったとしても、どうだろうな、ね、おっかなびっくりやっぱり食べるんだろうねっていう感じだよね。ねえ、さゆりさん、まどかさん、失礼な。私はもう会ってもらえないですね。そんなことないよ。もう、自由だからな、そんなことはな。カニタンさん、プー、ありがとうございます。さゆりさん、私は明治、学院大学の近くの医療系大学ですよ。ゆかさん、てんたまさん、ロシアンルーレットやったんですね。てんたまさん、食べなきゃよかったかも。なんだ、大丈夫か。怪しい感じになってきたのか。あ、違うか。今、私が、あれか、そんな話をしたからか。ね、大丈夫なんじゃないのかな知らんけど。知らんけど。まどかさん。私はお祈りして、なんてしたことない。そうだね。なんか自分から、自分発信でお祈りしたいなと思ってして、食べたことっていうのはないかな。逆に今の方がしてるかな。お祈りってちゃんとこうやってさ、ブツブツ言ってから食べるわけじゃないけど、食べながら、だから集中して今食べることに集中するって、なるべく今に集中するっていうことをね、心がけてやってるんで、そうするといろんなものに感謝するわけよね。だから食べながら感謝してるっていう感じだね。なんかお祈りしてから食べるっていうことは別にしてないけどね、食べながら感謝はしてるかな。ピヨンさん、中数三、業大学なわけないわ。ゆかさん、てんたまさん、もし夏季で食あたりがあったら、病院にすぐ行った方がいいですよ。はい。では、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。おーっと、また剣がいっぱいのカード出てきたな。逆維持ですね。剣はいっぱい刺さってるし、なんか紐で縛られて動けないし、目も隠されて見えないし、あれか、自分に集中できていいね。自分に集中できていいねっていう、カードだな。そう、一悶着あったっていうのがさ、
梅干し梅干しがね、販売できなくなるかもっていうか、なるっていう話をしてる、雑談で話してる動画があって、まあ、漬物販売できなくなるっていう話は知ってたんだよね。で、まあ、それの話をしてるなっていう感じだったんだけど、ただ、梅干しが販売できなくなるみたいなサムネのタイトルだったんで、どういうことだろうと思って見たわけよね。まあ、そしたら、まあ、自家製の漬物が販売できなくなるよっていう話で、あ、それの話かっていうふうに思ったんだよね。だから、まあ、梅干しのネタだったんで、まあ、梅干しはさ、まあ、梅を塩につけとけば最悪できるっていうわけでしょ。コツはわかんないけど。まあ、だから今後、梅干しはね、自分でつけろっていうことなんですかね、みたいな、コメントをしてな。そしたら、自家製、個人が、つける漬物も、なんだっけ、規制がかかりそうですねっていうふうに返信が来たんで、そうなのと思って、そこまでしたらもうさ、独裁もいいところじゃんっていうのでね、ちょっと腹が立った。みたいな一悶着のね、話でした。まあ調べてみたらそこまではさすがにね、手つけるわけではなくて、その人の憶測だったみたいだけどさ、まあそんなんでね、漬物が今後ね、個人のお店の無添加でね、作ってるとか、そういう、漬物はね、今後手に入らなくなるよっていうね、ネタでございます。と、カニタンさん、タモリが言ってたっけ？中洲産業大学って中洲か。中洲産業大学。さゆりさん、今度、新千円札の人物が創設者の大学です。ああ、そうなのね。へえ。てんたまさん、ゆかさん、ありがとうございます。ぴょんさん、かにたんさん、そうそう。ゆかさん、てんたまさん、いえいえ、どういたしまして。ぴょんさん、今日コメント爆増ですね。よかったよ。チャンネルバズる前兆かも。だったらいいな。だったらいいな。いつもさ、これね、ライブ終了するとコメント率みたいのが出てくるわけよ。もうコメント率な、数字が出てればいいけどさ、昨日なんかゼロだったからな。ゼロな。もうゼロよくあるのよ。もうね、悲しいよっていう感じな。さゆりさん、夕食は母と回転寿司に行ってきました。おお、なるほど。お母さんと会食に行ったのか。くら寿司、USA、何それ？くら寿司 USA っていうのがあるのか、そら知らんかったな。くら寿司 USA がすごい人気らしいですね。知らんかったな。くら寿司 USA はなんかネーミングに惹かれてちょっと行きたい。ちょっと行きたいなって感じ。これ何番だ？ソードの1、2、3、4、5、6、7、8でいいんだな。ソード8。ね、身動きが取れないカードだね。まるで今の私たちのようだね。今の私たちに必要なメッセージだからそんなカード出てきたのかな。これにすかな。ソード8の絵柄の意味。小アルカナのソード8は目隠しをして身を縛られた女性が大地に突き立てられた8本の剣に囲まれています。囚われの身となって身動きが取れないその姿からも、そこから、逃れる術がないまま立ち尽くしている様子が伺えます。逆位置だな。逆位置、解放、自由、やったね。ソード8のカードは自分で対処できない。困難や問題に囲まれて身動きが取れない状態になっていることを意味している。そのため、正位置では忍耐を強いられる。逆位置では束縛から抜けて新しい、展開に向かうと解釈します。やりましたね。逆位置のがいいやつね。逆位置で出たね。キーワード、解放、自由、変化、赤、混乱。逆位置でソードの8は、正位置で停滞していた状態に自由や解放への兆しとも言える変化が起こることを意味します。
しかしながら、この変化は好転すると解釈するよりも、目を向けていなかった現実を目の当たりにするとか、それより混乱を深めると解釈した方が良いでしょう。カードが逆位置になって問題が明確になったとしても、その縛られた無力な状態は変わらないため、より感情的な混乱を深めやすい。周りからの助言や、援助が来るわけでもないので、そこから逃げ出したい気持ちに駆られ、時には自暴自棄になってしまうかも。ですので、このカードが逆で出た場合は、精神的な窮地に追い込まれて行動に移ろうとしていると捉えた方がいいでしょう。なんだと、仕事、恋愛、まとめ、問題から目を背けて動けなくなるカード。大きく2つの意味があります。周りからの束縛を受けて身動きが取れなくなっている現状と、現実の問題から目を背けて自分の世界に浸ることで停滞している。別にいいじゃないか。ですから、その停滞の原因は問題を直視できない心の状態にあり、それが変わり出すと、逆位置に見られる問題の露呈による変化が起こります。ただその変化にはこれまで留めていた膿を出し切る意味があるので、おのずと追い詰められるような状態へと移っていくのです。そんな苦しみを伴う変化ではあるものの、実は現状を変えていくための必要なステップでもあると解釈しましょう。はい。てなわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、なんか問題抱えてたとしても、そこからちょっと解放されるみたいなカードなのかな。なんか違うメッセージっぽい気がするけどね。はい。楽しんでいただけてた幸いでございます。あ、そっか、目隠ししてな。だから自分で情報を取りに行ってないから、盲目な状態になってるよ、みたいなことかなって今は思った。くら寿司 USA。母さん、藤子さん、お正月はゆっくり休めましたか？お雑煮やおせち料理を食べましたか？ゆっくり休んでないし、お雑煮もおせちも食べてません。てんたまさん、回転寿司ではくら寿司が一番美味しいですよね。くら寿司くら寿司だったっけくら寿司食べたことあったんだっけな。そうなんだな。さゆりさん、くら寿司 USA はアメリカで大人気ですね。私が行ったのは、普通のくら寿司です。くら寿司 USA っていうのはアメリカにあるくら寿司のことか。なるほどね。それは人気になるかもしれないけど、あれでも日本の魚はね、ゲノム編集だから食べれないみたいな常識が外国人にはあるはずだけど、どうなんだろう。アメリカにある魚は、あれかな、ゲノム編集の魚は使ってないんだっけ？くら寿司はゲノム編集の魚使わないっていう風に言ってるんだっけ？いや、違った気がする。全然知らない、会社じゃない、お店ばっかりがゲノム編集は使わないって言ってた気がするから、くら寿司ではなかった気がするな。ばあさん、さゆりさん、お母様と一緒にくら寿司に行けてよかったですね。カニタンさん、最近の回転寿司、どこも少しずつ美味しくなってきていますね。へえ、そうなんだね。嬉しいな。なんだよね。美味しくないより美味しい方がいいもんな。さゆりさん、アメリカの回転寿司は、一皿2貫で、5、600円する高級品らしいです。なるほどね。じゃあやっぱりゲノム編集の魚使ってるのは日本だけだからな。ということになるんだな。まどかさん、美味しければ OK よな。
ガーリックトースト。ガーリックトーストな。で、あとは、今日は、まあ、漬物の話だっけ。漬物が、だから、あれ、食中毒流行ってんじゃん。だからね、なんか流行らせてる感じがするからね、何かしらを決めたいんだろうな、みたいなね、何かしらの変な法案通したいんだろうな、みたいな。で、その手作りのね、漬物が販売できなくなるっていう話。なんだっけな、詳しい話は前に聞いて納得したんだけど、まあそれは忘れちゃったんだけどさ、なんか漬物の場合はね、そのほら、お菓子とかそういうのと違って、あれか、塩でね、漬けるから、腐るものではないから、だからそういう他の食べ物と違って、許可とか別にいらなかったんだよね。いらなかったんだけど、なんかね、変な法案を通したいんだか、まあ私たちの食の自由を奪おうとしてるんだか、まあいろんな思惑があるみたいでさ、なんかそれに規制が入ってんだよね。で、もうね、その漬物、手作りの漬物を作ってくれてる人たちももう高齢だしね、で、その設備を作るにはお金がかかるんで、もう今から設備投資してね、それでやっていくよっていうのではなくって、農家の人がね、なんか余った漬物じゃない、余った野菜がもったいないからって言って、でね、塩漬けにして漬物にしてね、で、売ってたんだけど、それでね、設備投資しろっていうね、話で、まあそこまでしてはもうやんないよっていうのでね、もうやめちゃうよっていうね、ところばっかりで、だからもう今後は、そういうね、無添加のっていうのかな、漬物は、食べられなくなるよ、手に入らなくなるよってね、風になってるんだよな。さゆりさん、ゆかさんありがとうございます。でも、バチ当たりの私は行く途中で、北風プラス横殴りの、時間、そうだよね。そうだったよね、今日ね。横殴りの雨に降られました、わら。今日な、ちょうどね、夕方ひどい天気だったもんね。ゆかさん、さゆりさん、北風大変でしたね。ね、寒いしさ、そう、だからもうほんとさ、能登半島の方、まだね、まだ援助がさ、来てないらしいじゃんか。もうほんと何してんのって感じね。で、やっぱり自衛隊の人はもうほんとね、地震起きた時に今すぐ GO っていう感じで、準備はもうね、整ってて、もういつでも行けるよっていう状態でずっとスタンバってたんだって。もうとにかく岸田さんのね、指令が出るのをとにかく待ってて、でも待てど暮らせど出ないからね、もう打診してもなかなかね、出動させてくれなくて、で、ようやくね、ちょっと行けるようになってみたいな状態だったらしいんだよね、やっぱりね。ほんとね、ほんとね、もうほんと。もうほんとね、とかしかね、もう言いようがないっていう感じなんでね、この寒いのに、まだ停電してると。ね、まだ水がないと。ね、まだ、ね、だから電気がないわけだからさ、寒いわけでしょ。この寒いのにさ、ね、そうで、今日安江さんの動画見ててね、その日本地図が、日本人が見せられてる地図とね、中国人、韓国人たちが見てるね、日本の地図とは違うよって話、まあ前にしたことあると思うんだけど、その動画を見たんだよね。で、それを見ると、東京って一番ね、中国側からすると遠いんだよね。で、能登半島。で、それは別に3年ぐらい前の動画を私見てたからね、今回のは全然関係ないんだけど、能登半島がとにかく一番、ロシアにも中国にも、ね、韓国にもだっけ、全部ね、だいたい10分ぐらいで行ける距離で、一番近いんでね、みんなここを狙ってるっていう話で。だから徳川家康はさすがだなっていうのが、一番こっちのね、中国側からね、遠いのが東京なんで、そこにね、
首都っていうのかな、を置いたのはね、この地図を見れば、まあよくわかるよっていうね、話をしててね、ああ、本当だなぁなんて思って、そうか、東京一番遠いんだなって思ってね、で、そっか、能登半島って一番近いんだなっていうのがね、今日、ああ、そんなこと言ってたんだなっていうのをね、思い出した感じでした。倉丸さん、お年寄りの方亡くなってますよね。もうほんとね、ひどいよな。まどかさん、ガーリックトーストはスーパーで売ってました。いいな。うちほら、スーパーなくなっちゃったから。スーパーなくなっちゃったからさ、自分で作るしかないんだよね。てんたまさん、今夜も岸田は責められていますな。あの人、本当に日本人じゃないよね。なんかやらされてんだな。てなわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければ、お友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、出てきた。そちらを全部見といてくれたらいいんじゃないのかなと思いますよ。てなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。みんな来たよ。なんか知らんけどな。バイなら。